こんにちは。作ったもの動画のマイヤムです。今回はこちらのサンテープというビニール紐ですね。こちらを使ってバッグを編んでいこうと思います。こちらはホームセンターで購入したものになります。幅が5センチで長さが約500メートルと書いてあります。素材がポリエチレンでカラーがゴールドですね。今回はホームセンターで購入したものなので、こちらがない場合はダイソーさんやセリアさんにも名前は違いますがビニールテープが売っていると思います。でこのダイソーさんの場合だとこの幅が違うので出来上がりサイズが違ってくると思うんですが、よければ参考に編んでみてください。では今から編んでいくんですが、ビニールテープはこのように開いた状態になっていますので、このように細くして50円玉や5円玉などのこの穴に通して編むと編みやすくなります。このように動いて編んでいきますね。あと編む時にこの糸を持つ方の手なんですが、素手のままだとちょっと編みにくいので、100均などに売っているこういうですねコットンのグローブで親指と人差し指の先端をカットしたものをこのようにはめて編むと編みやすいと思います。あとこのように芯の硬い糸などはいつもですねこのように両サイドに穴の開いた容器に、ポールを通してこうコロコロと転がしながら引っ張って編んでいくんですが、今回はちょっと大きくて入らないのと、これが入るくらい大きい容器に変えたとしてもちょっとですね重すぎて回すのが大変だと思うので、今回はこのままこのように引っ張って編んでいこうと思います。あと私の場合なんですが、ビニールテープを編んでいるとこの右手が結構疲れたり部分的に痛くなったりすることがあるので、こう針を入れて引き出す時にいつものようにこれぐらいだとこう糸を引き出す時に結構力がいるので、それで痛くなってしまったりするので、針を入れて引き出す時にいつもより少しこう長く引き出して編むと、針を通しやすくて腕も痛くなりにくいかと思います。で今回は以前ご紹介しましたこちらの、マリーナブークレーで編んだバッグの編み方で編んでいこうと思います。楕円底から始まって側面で増し目をしながらですね、少しこう上に広がったような形になっています。でこちらのバッグは途中でこのビジュという糸を合わせていますので、とりあえずそこからこのビジュの手前の段まで編んでいこうと思います。ここからここまで編み方は全く同じですが、かぎ針のサイズが違いますのでそちらに注意して編んでみてください。今から説明します。では先ほどのマリーナブークレーのバッグを参考に、まず楕円底の作り目は8号のかぎ針で編みます。楕円底の1段目から8段目までと側面を7号のかぎ針で編みます。マリーナブークレーの方の動画を見ながらですとつられて同じサイズで編んでしまうことがあると思うので、実際に使う針のサイズをメモしておくといいと思います。で側面は30段まで編みます。こんな感じで底の方を編んできました。サイズを測ってみると底幅が24センチで、まちの方は 10.5 センチほどになっています。マリーナブークレーのバッグよりもワンサイズ小さい針を使ったんですが、底幅もまちもこちらの方が少し大きくなりました。では続けて側面を編んでいきます。こんな感じで側面の
30段目まで編んできました。この紫のマーカーが側面1段目で、この青いマーカーがそれぞれ増し目をした段になっています。今の時点で側面の高さがだいたい23センチほどになっています。アリーナブークレーの方では31段目と32段目でベジュという糸を使っているんですが、今回はこのビニールテープのままでですね、細編みのみの増し目なしの段であと何段か編んでいこうと思います。こんな感じで側面の35段まで編んできました。ここが30段目なので1、2、3、4、5段ですね。細編みのみの増し目なしの段を5段追加で編んできました。では次の36段目を最終段にしてバック細編みで編んでいこうと思います。今、35段目の最後の目まで編んで1目目に引き抜いた状態です。で、バック細編みは今までと逆の右方向に編み進めていきます。編み始める前に一周してきた時に最後に針を入れる場所が分かりやすいように、さっき引き抜いたこの1目目のところですね、ここにマーカーを入れておきます。ではまず立ち上がりを1目編みます。で、1つ手前の目に針を入れるんですが、ここをですねキュッとこう長く引き出します。そしてこの1つ手前の目に針を入れて糸をかけて、引き出す時もこのようにですねキュッと長く引き出します。そして糸をかけて引き出して、これでバック細編み1目が編めました。次からも同様にここをですねキュッと長く引き出して1つ手前の目に針を入れて糸をかけて引き出す時も、キュッとこう長く引き出しますね。そして糸をかけてバック細編み2目目が編めました。で、またここをキュッと長く引き出して1つ手前の目に針を入れて糸をかけて引き出す時もキュッとこう長く引き出して糸をかけてバック細編み3目目が編めました。で、またキュッと長く引き出して1つ手前の目に針を入れて糸をかけたらまたキュッと長く引き出して糸をかけて引き出します。このようにして1目1回ずつバック細編みを編んでいきます。こんな感じでマーカーを入れたところの手前まで編んできました。そしたら最後はここですね。マーカーを入れていたところに最後のバック細編みを編んだらこんな感じでですね綺麗につなげて、裏で糸始末をするので糸端始末分だけ残してカットします。
そしたらこのままゆっくりと糸を引き出してとじ針に通します。糸を通したらこんな感じでですね、綺麗につながるように、この辺で糸を通して、糸端が後ろに来るようにしておきます。こんな感じで綺麗につながったので、裏の方で、表から見えないように糸始末をしておきます。で、私の場合はですね、いつもこのようにつないだら後ろで1回抜けないように返し縫いをしておきます。では次に持ち手なんですが、今回はこのようなエビコードで編もうと思います。持ち手の長さはお好みでいいと思うんですが、エビコードが編み上がった後にこのようにですね、両端の3センチずつほど差し込んで周りを縫い留めるので、ここの分とあとは、完成して、使っているとやはり少し持ち手が伸びてしまうと思うので、この伸び分も考慮して長さを決めるといいと思います。ではエビコードも7号のかぎ針で編んでいきます。まず底の作り目を作る時と同じように輪っかを1つ作ります。これで輪っかが1つできたので、ここは1目と数えずに、次は鎖編みを2目編みます。そしたら、1つ目の鎖編みの半目とこの裏山に針を入れます。1つ目の鎖編みの半目と
ですね、半目と裏山、針を入れたら糸をかけてぐいっと引き出します。でこの時もですね、本体を編んだ時と同じようにここをいつもより少し長く引き出すと編みやすいと思います。そして糸をかけて引き出します。そしたら次は初めに編んだ鎖編みの2目めの半目に針を入れます。1、2、2目めの半目、ここですね。針を入れたらこのまま左に回します。そして糸をかけてこのように引き出します。そしたらもう一度糸をかけて引き出します。次はここにあるこの2つのループに針を入れます。こことここですね。2つのループに針を入れたらまた左に回します。そして糸をかけてまずこの2つのループを引き出します。そしてまた糸をかけて引き出します。これを繰り返して編んでいきます。ここにあるこことここのまず2つのループに針を入れます。2つのループに針を入れたら左に回して糸をかけて2つのループを引き出してもう一度糸をかけて引き出す。でまたこの2つのループに針を入れて左に回して糸をかけて2つのループを引き出してもう一度糸をかけて引き出す。これを繰り返して編んでいきます。好みの長さまで編めたら糸端始末分だけ残してカットします。そしたら糸をこのまま引き出します。ではもう一本同じものを編みますが、長さを揃えるためにこのようにですね、まず編み上がった1本目の方をこの編み始めを下にして、さらにこの鎖編み目の頭がですね、自分から見て見えるようにこのように持って、ちなみにこちらが裏になりますね。この横に渡っている糸の数が揃うようにもう1本編むといいと思います。では次に持ち手をつける位置を決めます。今回は楕円底で編んでいるので、まずこの楕円底のこの作り目のところですね、ここでねじれないように
まっすぐにならしてこのように畳みますね。そうするとこの両端がわかるので、このようにマーカーを入れておきます。で、今回は1周の目数が108目あるので、この前と後ろで、ちょうど54目ずつに分かれているか確認しますね。で、ずれている場合は、調整して54目ずつに直しますね。で、今回はこの持ち手から持ち手の幅を、だいたい17から18センチぐらいにしようと思うので、まずこの入れ口幅を測ります。で、今回はだいたい入れ口幅が47センチあるので、47引くここの例えば18センチをしたら29という数字が出ます。で、この端からここまでの長さを計算すると割る2をして14.5 という数字が出ますね。なのでまず片方ですね、この端から14.5 センチのところにマーカーを入れます。で、このマーカーを入れたところの次の目からですね、ここからこのマーカーまで何目あるかを数えます。今回の場合ですと1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 17目目のこの下のここにマーカーを入れていますね。なので同じようにこちら側もこのマーカーを入れているここの目からですね、17目数えて17目目の下のここにマーカーを入れています。そしたら反対側も同様にこの端から数えて17目目のところにそれぞれマーカーを入れます。そしたらこのバッグの内側でですね、このマーカーを入れたところにだいたい2、3センチ差し込んで別の糸を持ってきてとじ針に通してこの周りをですね、こんな感じで一周縫い留めますね。で、この時のポイントなんですが、このエビコードのこの横に渡っている糸ですね、こちら側を2つ分、この2つ分このように差し込むというふうに決めたら、もう片方もこの横に渡る糸を2つ分差し込むようにしますね。こんな感じで完成しました。荷物がどれだけ入るかチェックですが、今回は底幅24センチでマチも10.5センチあるので、いつもの荷物はすっぽり入ります。長財布はもちろん入りますし、こんな感じで水筒も入るサイズになりました。
で今回は高さも28センチあるので、途中で暑くなって上着を脱いだ時もちょうど今の時期の薄手の上着でしたらすっぽり入ると思います。マリーナブークレーの方と比べてみるとこんな感じです。今回はこちらよりもかぎ針のサイズを1号落としましたが、引き出しながら編んだのと糸の太さが違うので随分大きいバッグになりました。今回はビニールテープで編んでいるので水に濡れても大丈夫ですし、この程よい光沢がですね、夏らしくてこれからの季節にちょうどいいと思います。ということで今回はホームセンターで購入した3テープでシンプルな大きめのバッグを編んでみました。少し編むのにコツがいりますが、編み方自体はとても簡単なのでぜひ参考に編んでみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。